はい、セリカさんです。今回は蛍光塗料の種類によって発光の仕方がどれぐらい違うのか確認します。特に蛍光塗料に初めて挑戦しようとしている人はどんな違いがあるのか悩むと思います。そんな疑問を解決できるような内容の動画となっているので、何回でも見返せるようにチャンネル登録しておくと便利です。それでは早速やっていきましょう。塗料は購入しやすいと思われるクレオス製の蛍光レッドを一例として実験します。それぞれラッカー、水性、アクリジョンを使って違いを確認します。すごく簡単に特徴をお伝えしますが、ラッカー塗料は発色が良くて乾燥も早くすごく臭いです。水性塗料は発色はそこそこ、乾燥は少し遅く少しだけ臭いです。アクリジョンは発色はそこそこ、乾燥は早く少しだけ臭いです。正直発色なんて個人の好みの問題なので、一番重要な部分は匂いだと思っています。私の場合はプラモを作る部屋が寝室も兼ねているので、ラッカー塗料をした時は匂いが残ってこの部屋では寝れないです。特に家族がいる場合は水性かアクリジョンを選んだ方がいいです。ここからは実験の内容を解説します。実験なのでなるべく本番での使い方に近いやり方で塗装しました。今回は水性塗料で一連の流れを解説します。最初に瓶の中で塗料を混ぜて中身を均一にします。蓋を閉めていても長時間放置していると顔料が分離するのでしっかり混ぜます。塗料を混ぜたら器に取り出します。私は少ししか塗装しないときはすぐに捨てられるアルミカップをよく使っています。塗料を取り出したらそれぞれの薄め液を加えます。今回は塗料が不器用な人はスポイトなどを使って薄め液を加えていくと便利です。スポイトは100均で売っているので気軽に購入できます。塗料が準備できたらテストピースに塗装していきます。筆は100均で購入した筆を使用しています。狭い範囲を塗装する場合はこの筆でも十分に塗装することができます。あとはラッカー、アクリジョンともに同じ流れで作業しました。薄め液もそれぞれ対応したものを使っています。塗装が終わったら1日乾燥させて結果を確認しましょう。まずは普通の状態を確認します。左からラッカー、水性、アクリジョンの順番に並んでいます。雑に塗装したので筆ムラとかありますが、色の見た目自体はそこまで違いはないです。もっと綺麗に塗装してあったら見分けるのは難しいと思います。次にブラックライトを当ててみます。ブラックライトは波長が365ナノメーターのものを使用しています。この波長のブラックライトは値段が高いですが、蛍光塗料の効果を一番実感できます。塗装の雑さの影響を受けていますが、発光の見た目はどれも差はないです。映像だとカメラの補正のせいで少し暗いですが、実際はかなり明るく発光しています。ついでに波長が395ナノメーターのブラックライトでも確認しました。この波長のブラックライトは安いものが多いので気軽に購入できますが、映像のように紫の光で照らすような感じになることが多いです。このブラックライトでも全部の塗料がそれぞれ明るく発光してくれました。このように蛍光レッドだけの結果ですが、違いはほとんどありませんでした。また水性塗料とアクリジョンはマジックリンで落とすことができるので、初心者でも安心してやり直しができます。ラッカー塗料はラッカーの薄め液とか使わないと落としにくいので、匂いが部屋中に残ります。こういう点からも最初は水性かアクリジョンを選んだ方が無難です。最後に筆の洗浄について触れておきます。塗料が水性アクリジョンならマジックリンで塗料をある程度落とすことができます。その後水できれいにすれば問題ないです。塗装した後にすぐに洗浄すれば100均の筆でも長く使えます。ラッカーの場合はラッカー用の道具を使わないと洗浄できないです。私はラッカー用の薄め液を使って洗浄しています。ツールクリーナーとかも販売されているので、ちゃんと洗浄したい人は購入してください。それじゃあこれで動画を終わりにします。また次の動画でお会いしましょう。